いや、どうもどうも。週末のんびりやってるかい？俺たちの住む群馬も夏は日差しが強くてかなわねえよな。家の屋根にソーラーパネル乗っけてる家も最近じゃ珍しくなくなったよな。うちも電気代高いしな。なんて考えたりするけど、でかくて重いパネルを屋根に乗っけるってのも結構大掛かりで大変そうだろ。ところがだ。最近ニュースや YouTube の科学系のチャンネルなんかで、とんでもねえ未来の太陽電池の話が出てきてるんだ。その名前がペロブスカイト太陽電池。なんか呪文みたいな名前だよな。ペロブスカイトって一回じゃ覚えられねえよな。でもこいつが俺たちの生活をひっくり返すかもしれねえすげえやつなんだ。ペロブスカイト太陽電池って一体何なんだ？まず太陽電池ってのはわかるよな。太陽の光を電気に変える板のことだ。今屋根に乗ってる黒くて硬い屋根はほとんどがシリコンっていう材料でできてる。じゃあペロブスカイトって何なんだって話だ。これはめちゃくちゃ簡単に言っちまえば光を電気に変えるのがものすごく上手なある特殊な結晶の形のことなんだ。昔ロシアにペロフスキーさんっていう偉い学者がいて、その人が見つけた鉱物と同じ結晶の形をしてるからペロブスカイトって名前がついたらしい。つまりペロブスカイト太陽電池ってのはペロブスカイトっていう特殊な結晶構造を使って光を電気に変える新しいタイプの太陽電池ってわけだ。新しいって言ったって、どうせちょっと性能が良くなったぐらいだろうって思うだろう。それが全然レベルが違うんだ。今までの太陽電池の常識を全部ぶっ壊すくらいのインパクトがあるんだぜ。何がそんなにすげえんだ。今までの太陽電池シリコンのやつなにはいくつか弱点があった。重くて、硬くて分厚い。作るのにものすごい高温が必要でコストがかかる。基本黒っぽい色で光を通さない。カンカン照りの太陽光じゃないとあんまり発電しない。ところが、このペロブスカイト太陽電池は、これらの弱点を全部ひっくり返す可能性を秘めてるんだ。軽くて、薄くて、曲げられる。こいつの最大の売りは、なんといってもこれだ。ペロブスカイトは、インクみたいに液体に溶かして、フィルムみたいな素材に印刷したり、塗り付けたりして作れるんだ。新聞を印刷するみたいに、ペラペラのフィルムに次々と印刷できるイメージだな。だから、ガラスみたいに硬くなくてもいい。軽くて、薄くて、ぐにゃっと曲げられる太陽電池が作れちまうんだ。曇りの日や室内でも発電できる。今までの太陽電池は、太陽がギラギラ照ってないと、あんまり仕事をしてくれなかった。でもペロブスカイトは、ちょっとの光でも、しっかり電気に変えられるのが得意なんだ。だから、曇りの日や雨の日でも発電できるし、なんなら部屋の中の LED 照明の光ですら、電気に変えられちまう。作るのが安くなるかもしれない。シリコンのパネルは作るのが大変で金がかかるんだけど、ペロブスカイトは印刷できるくらいだから製造コストをめちゃくちゃ安くできる可能性があるんだ。将来的には太陽光発電がもっともっと身近になるかもしれない。これで未来はどう変わるんだ。で結局俺たちの生活にどう関係あんだよって思うよな。想像してみてくれ。太陽電池が軽くて曲げられて、なんだろ透明にできるようになったらどうなる？今までみたいにただ屋根に乗せるだけじゃなくなる。家の窓ガラスそのものが発電するようになる。ビルの壁一面が太陽電池になる。車の屋根やボディに貼り付けて駐車中に充電できるようになる。俺たちが着てるジャンパーやカバンに貼り付けてスマホを充電する。キャンプで使うテントの幕がそのまま発電機になる。家の中でもカーテンとか壁紙とかありとあらゆるものが部屋の電気でこっそり発電してくれるようになるかもしれない。まさにどこでも発電の時代が来るかもしれないんだ。もちろんまだ課題もある。まあそんな夢みたいな話ばっかりじゃなくて、もちろんまだ課題もある。一番は耐久性だな。ペロブスカイトは水分とか熱にちょっと弱いっていう弱点があるんだ。今のところ、20年、30年と屋外で使い続けられるシリコンのパネルに比べるとまだ寿命が短い。でもそこは世界中の頭のいい科学者や技術者が日本の研究者も含めて今まさに死に物狂いで開発を進めてる。この弱点を克服できたら一気に世の中に普及するはずだ。まとめ。そんなわけでペロブスカイト太陽電池ってのは軽くて曲げられて弱い光でも発電できる未来の太陽電池のことだ。今までの重くて硬い板っていうイメージを覆して塗ったり貼ったりできるようになる。これが実用化されたら俺たちのエネルギー問題もガラッと変わるかもしれない。
次にニュースでこの呪文みたいな名前を聞いたら、未来を変えるかもしれねえ、ペラペラの太陽電池の話かって思ってくるよ。そう考えると、未来もちょっと明るく見えてこねえかい。